だいぶね、駆け足で作業を進めてしまいましたが、この前後のね、ブリッジの方が完成して、ミカサのこのね、シルエットがね、だいぶはっきりこう出てきましたよね。完成もね、かなり近づいてきたんじゃないかなという実感があります。で、今回はね、このブリッジを先に取り付けていますが、従来はね、この背の高いのってね、後からつけた方が作業性も上がるしね、失敗も少ないので、本当はね、ブリッジ後でつけたかったんですけど、この後ね、この内家庭配置したりとか、あとこの煙突とかね、マストもつけていくんですけど、結構細かい作業がこの辺でね、いっぱいあるので、できればね、この背の高いやつっていうのはね、後からつけた方がね、失敗は少ないと思います。今回ちょっとね、先にブリッジね、完成させてしまったので、その勢いでね、とりあえず取り付けの方もしてしまいましたけど、引き続きね、失敗が少ないようにね、なるべく、この辺はね、うまくちょっと組み付けていきたいと思います。はい、今日はですね、この内家庭をこの乗せるための、土台ですね。この真ん中にもね、結構長いの入ったりとかするんですけど、その土台の方のね、取り付けから始めていきたいと思います。はい、これ、今ね、土台を取り付けしてるんですけど、ちょっとね、長さが足りないような気がするんですよね。一瞬ついてるように見えるんですけど、なんかね、これ外れちゃいそうな気がするんで、ちょっとね、長さを伸ばしていきたいと思います。余剰の部品を使ってね、こんな感じで、このエッチングパーツをね、少し延長してあげています。はい、こんな感じでね、ちょっと両サイドを少しね、伸ばしてあげます。でもう一回元に戻すと、いいですね。だいぶ長さに余裕ができましたね。内家庭のこの組み立てとね、塗装を行ってるんですが、この一番サイズがね、大きい内家庭に関しては、このディテールアップパーツのね、取説上で言うと、大幅にね、上をエッチングパーツ取り付けることになるので、このね、表面の部品はね、全部削り落としてしまいます。そうですね、これはもうまずニッパーでね、こんな感じでもう大胆にいった方が良さそうですね。
はい、今1枚切り出してみたんですけど、これ乾パンの部品になりますね。もうね、全体的にこんな感じで覆ってしまう感じになるんですが、で、この上にね、この装填するね、ブリッジをつけたりとかしていきます。はい、内家庭のね、組み立てと塗装の方が終わりましたので、これからね、こちらの船体のね、中央部の方に取り付けていきたいと思います。はい、内
過程の方がね、取り付け終わりました。なかなかね、数も多かったしね、細かい作業続いたんで大変でしたけど、いやー、なかなかかっこいいっすね。でですね、この後は、この煙突をね、2本つけて、で、あとマストですね。これも2本、こんな感じでつくんですけど、そちらの方ね、始めていきたいと思います。はい、煙突の部分ですね。こちらの方の組み付けがね、終わりました。はい、ではね、続いて、前後のね、マストの方を製作していきたいと思います。はい、これはね、ちょっと取説には載ってないんですけど、このマストのね、この途中に、この足場があるんですけど、ここのね、ちょっと手すりをね、余剰のエッジングパーツが残りますので、追加でね、再現をしていきたいと思います。
れもともとですね、この柱の部分にね、このモールドが再現されてるんですよね。これですね、わかります？ここです。で、これずーっとこの根元まであるんですけど、で、これ多分ね、ラッタルを再現してるんだと思うんですよね。で、同様にね、こちらの、これ前側のマストにもね、モールドが再現されてるんですよ。でですね、これ、もともと、取説にはね、この部分全く記載されてないんですけど、まあ、せっかくね、ここにラッタルのね、部品が余剰で残ってるので、これを使いたいんですが、これだけだとね、ちょっと本数が足りないので、この余剰の部品で言うとね、これですかね。これを使ってね、完成をさせていきたいと思います。ちょっとその前にですね、この接着した時のね、この段差というか、切り口がね、まだ若干残ってるので、これを先にね、処理していきたいと思います。いや、片側がね、全部付け終わりました。いや、結構大変でしたね、これ。これでもね、塗装したら絶対いい仕上がりになるはず。さあ、もう一本ね、これ前側のマストなんですけど、こちらも頑張ってつけていきます。これマストのところにね、つけるね、この単焦灯なんですけど、このままだとね、ちょっといまいち物足りないので、ディテールアップをね、していきたいと思います。はい、今ね、ちょっと真ん中に穴をね、開けてみたんですけど、これですね。元がこれだったんですけど、で、これがね、2個必要なので、2つね、穴を開けました。で、これね、中をね、シルバーで塗装して、その上からね、クリアレンズをつけていきたいと思います。煙突とね、このマストのね、塗装の準備ができましたので、これからね、塗装の作業に入っていきたいと思います。このね、マストもね、この辺の手すりとかもね、もともとエッチングパーツつけるね、指示にはなってないんですけど、ここもやはりね、ちょっと余剰パーツを使ってね、ちょっとこう手すりっぽいのをね、つけてみました。でね、このはしごの作業大変でしたね。なかなか骨の折れる作業でした。こちらのマストもね、作りはほとんど一緒なんで、同じようにね、エッチングパーツの取り付けと、あとね、こちらに手すりの方を追加しています。はい、この単焦灯のね、
真ん中の部分をね、シルバーで塗装終わったんですけど、この私の持ってるね、余剰パーツの中から、このクリアのね、このレンズの部分をね、使って表面にね、接着をしていきます。で、接着はですね、紫外線を当てるとね、この硬化するタイプの接着剤を使います。で、最後にね、こちらの紫外線をね、照射する、このフラッシュライトを当ててね、硬化をしていきます。もうね、ほんと瞬間で固まっちゃうと思うので、もうこんなもんで大丈夫だと思います。はい、だいぶ取説にね、載ってないね、ディテールアップを行いましたので、出来はね、相当良くなりましたね。で、こっち側もね、前側の方ですね。いや、このはしごね、ほんと大変でしたね。じゃあ、このね、煙突の方もね、もう塗装終わってますので、これからね、船体の方に取り付けていきたいと思います。はい。ダビッドクレーンのね、エッチングパースとかのこの取り付けが全部ね、終わったんですけど、いやー、これね、本数多いんで、本当にね、大変でした。ではね、これから塗装して、船体の方にね、取り付けていきたいと思います。この後ね、この辺にこのダビッドクレーンをつけて、内科艇をね、この辺にこう配置していくんですけど、で、思ったんですけど、この後ろと、この前にですね、手法をね、最初につけとかないと、後でちょっとつけられなくなっちゃうので、まずはね、こちらの組み立ての方を先に進めていきたいと思います。
これ方針のね、この中がくり抜かれてないんですよね。で、ちょっと今ね、これを、ちょっとだけなんですけど、中がね、くり抜かれてるように加工をしていきたいと思います。はい、どうですか、この差。そんなにね、深く入ってないんですけど、この全くね、加工してない状態と、やっぱね、した感じはね、全然歴然の差がありますよね。
このねミカサの資料を見ると、ここにね喫水線を測るためのメモリがついてるんですよね。でこことかも分かりやすいですかね。ここについてるんですよね。でですね、全体で言うとここになるんですけど、これねデカールとかで別に付属しているわけではないので、今からねそれっぽく塗装で仕上げていきたいと思います。実はちょっともうね反対側はね仕上げたんですけど、この型を使ってね、まず白い線をね入れていきます。であとはねこれもひたすらですねそれっぽくね筆でちょっと見せていくんですけど、こんな感じでねこう線を入れたりとかしてね、それっぽく作っていきます。はい、どうですかね。なんかね、なんとなくそれっぽく仕上がったんじゃないでしょうか。はい、反対側もね、こんな具合で仕上がりました。これすごいね小さい差なんですけど、こちら側はねこのスクリューのねこのエッジの部分をねヤスリとかこのデザインナイフを使ってねちょっとカットをしてみたんですよ。でこちらがもともと何にもやってない状態なんですよね。でこの辺とかこうエッジが立っちゃってるじゃないですか。でこういうところね、でこの反対もこんな感じでこのエッジが立っちゃってるんですけど、なんかこれねほんとおもちゃっぽいんですよね。でこのエッジをね少しこう削ってあげたりとかねするとね、若干それっぽくね見えてきたんじゃないでしょうか。部品一式はね全部もう取り付けの方が終わっています。いやー大変でしたね。ここまで仕上げるのなかなかね、もうほんとね細かい作業の連続ですごいね大変な作業でしたけど、まあなんとかねここまで仕上がってよかったと思います。でねこの後ね空中線とかをね取り付けていきたいと思います。ではね最後に空中線を貼り付けていくんですけど、箱絵がね一番分かりやすそうなんで、こちらのね箱絵を参考にしながらね、こちらの出来上がった船体の方にね空中線を貼り付けていきたいと思います。使用するのはねこちらのメタルリギング 0.3 号と、あとねホワイトリギングの 0.06 号、あとね場所に応じてねこちらのミシン糸をね使っていきたいと思います。この部分だけねちょっと太い線を入れたいので、今ねインフィニティモデルのねこちらのリギングを使っています。
はい、今ね、ちょっと片側の方が終わりました。マストからね、こんな感じで引いてます。で、こちら側もね、後ろのマストからこんな感じで、ちょっと太めのね、リギングを使って空中線をつけています。はい、一応なんとなくちょっと晴れてきたかなっていう感じはするんですが、もう少しちょっとね、このマスト周りとかね、この間にね、空中線を張っていきたいと思います。はい、空中線のね、貼り付けの方が終わりました。いや、なかなか大変な作業でしたね。はい、これからね、艶消しの塗装をしていきたいと思います。はい、艶消しはね、こちらのミスタースーパークリアのね、艶消しを使って塗装していきます。はい。ではね、これがほんとね、最後のピースになります。よいしょ。はい。はあ、完成しました。どうですか？いやー、長かったですね。ここまでたどり着くのにね、約ね、半年ぐらいはね、制作期間かかったんじゃないでしょうか。なかなかね、ディテールがね、細かく仕上がったと思います。一応ね、この台座の方もね、用意してですね、この飾り脚もね、このゴールドのね、真鍮のものに入れ替えています。
やっとね、完成しました。もうすっかりね、アクリルのケースの方にも収めてね、もうあとはね、納品を待つだけとなっています。実はこちらのミガサ、私ね、2隻目になるんですよ。で、前回も、この MK1 デザインのね、ディテールアップキット使ってるんですけど、こちらのね、ウェーブのね、ミカサのこの組み合わせ、相性ね、かなりいいと思います。で、こちらね、製品もね、なかなかいいなとは思うんですけど、このね、取扱説明書はね、ちょっともう少しね、丁寧に書いていただいた方がいいかなと思いました。で、まずね、このパーツの数が足りないとか、あと実際書いてあるね、番号が違ってたりとかするのがね、結構あるんですよ。で、そういう場合はね、例えば数が足りないのは余剰部品を使ったりとかして、なんとかね、対応するしかないんですけど、これね、エッチングパーツキットとかのね、取り扱い慣れてる人じゃないと、なかなかね、取り付けして製作していくのね、難しいかもしれないですね。あとね、木製の乾板シートを加えていくと、結構この塗装の工程でですね、なかなか悩ましい問題もあって、一通り全部本体にパーツを取り付けてから、後でね、塗装をかけるっていうのができなくなっちゃうんですよね。そうすると、一個一個のパーツを部品として組み立てて、塗装の前に部分的に塗装してから取り付けるっていうね、結構時間がかかる工程になってきますので、最初から最後までね、かなり考えながら作らないと、この状態にはね、完成しないと思います。こちらのミカサなんですが、ご依頼主様のね、経営されている飲食店の方で展示していただくことになっております。で、今ね、こちらの方にお店の情報とかも出させていただいてるんですが、概要欄の方にもね、情報を記載しておりますので、このミカサをね、目の前で見てみたいという方いらっしゃいましたら、ぜひね、お店の方に来店していただいて、このミカサ、目の前でね、ご覧になってください。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。